今日は私の体験を整理してみました。カメラはスペックで語りきれない体験の部分まで踏み込んで向き合うとさらに楽しめますよね。皆さんこんにちは、青ゆいです。今日は髪を切ってきましたそして今たくさんカメラたちが並んでると思うんですけど、本日はソニー α7C2 とニコン ZF についてお話ししていこうと思います。2台をね並べて話すとどうしても結局どっちがいいんですかとかどっちが上なんですかっていう話になりがちかなと思うんですけど、今日はそんな次元で語りません。それぞれがどんな気分の時に使いたくなるか、それぞれのカメラを使うことでどんな撮影体験が得られるか、そこにフォーカスしてお話ししていこうと思います。だってそうじゃないですか。カメラって写真を撮る時だけじゃなくて撮る前から楽しくないですか？今日はどのカメラを使おうかなって考える時間だったりとか、このカメラを持ってどこに行こうかなってその時点でカメラって始まってるじゃないですか。なので今日はね、カメラっていいよねって、そういうところがこのカメラのいいところだよねっていうのをたくさんお話ししていこうと思います。ちなみに先日私個展を開催しまして、その写真展の中でもいろんなカメラたちを使った写真を掲載しました。なので今日はメインは ZF と 7C2 のお話になるかと思うんですけど、個展でも掲載した写真、その作例たちも動画に出てきます。ぜひお楽しみください。と本題に入る前に少し皆様にお聞きしたいんですけど、皆さん写真は好きですか？私は大好きです。じゃあ写真のどこが好きですか？描写ですか？色味ですか？写真を撮ってる時間ですか？私はね、写真ってシャッターを切る瞬間だけじゃなくて撮る前の時間も含めて体験だと思うんです。なのでこちらの部分についても触れていきたいと思います。ではまず α7C2 からお話ししていきます。このカメラを使っていて一番強く感じる部分ってカメラ本体に意識が向きにくいという点です。どういうことかと言いますと、やっぱりね、このすごく四角いフォルムでいわゆるザ・カメラ感あふれるデザインっていう感じがないんですよね。なのでいい意味でカメラが前に出てこない、主張しすぎないんですよ。7C2 に限らずどのカメラを使っててもソニーのカメラってそういう風に感じるんですけど、このね主張しすぎないデザイン、カメラに気を取られないからこそ被写体と向き合う時間っていうのが自然に増えるんですよ。ほんとこんな感じでね、机の上にポンと並んでいても今日は撮るぞって身構えなくていい。とりあえず手に取ってそのまま外に出られる、そんな気軽さがありますね。いい意味でカメラに気を取られないので、少々ねラフに扱える感覚もあって、その身軽さがゆえに結果として撮りに行く回数が増えるカメラだなと思います。やっぱこの身軽さと性能のバランスっていうのがいいですね。ふとした瞬間に気軽に撮れる、そんなカメラです。動作面もすごく充実していて、本当欲しい場所に欲しいボタンがあるって感じですね。右側だけで全て完結してしまうような、そんなデザインもいいですね。だからね、なんていうんですか、考える前にもう手が動くっていうそんな感覚があります。あとオートフォーカスも AI 搭載してるだけあってすごく早いので、被写体を見てからシャッターを切るまでの時間っていうのがすごく早いです。私はね写真がメインなんですけど、やっぱりねふと動画撮りたくなる瞬間ってあるじゃないですか。そんな時にもですね、手ブレ補正がめちゃくちゃ強いので、特別な準備、三脚だったりとかジンバルっていうのがいらないっていうのがいいですね。たとえね、今日は動画を撮る日っていう風に設定しなくてもその場で動画を残せるっていうのがいいですね。この静止画と動画の境界線の低さっていうところもすごく気持ちを軽くしてくれますね。これ1台あれば写真も動画も撮れるし、とりあえず持ってくかみたいな、なんだかんだね選ばれる要素が多くて、自然と α7C2 に手が伸びてしまうことが多いですね。ここまでは体験ベースのお話が多かったかなと思うんですけど、次はね写真の仕上がりについてお話ししていこうと思います。仕上がりとしてはクリアっていうよりは柔らかさが残るのが特徴的だなというふうに思います。
今ね掲載している写真たちも全て α7C2 で撮った写真になるんですけど、逆光の中撮っても尖りすぎず、どこか柔らかさ、優しさが残るんですよね。それがすごく好きで、あとはね、これは結構私の感覚的な話になるんですけど、ソニーの玉ボケって結構あっさりめな優しい印象があるんですよ。なんて言うんですかね、主張しすぎない、そんな印象があります。なんですけど、そういう時にですね、私が使うちょっとした技というか、技というほどではないんですけど、方法が一つありまして、それはですね、APS-C クロップです。玉ボケがちょっと浅いなとか優しめだなって思った時にクロップモードを使うと、焦点距離がね約 1.5 倍になるので、被写体だったりとか背景との距離感が詰まって、ボケもおのずと大きくちょっと主張が強めになるっていう、そんな描写が楽しめたりします。これがまた楽しいんですよ。ベースがね柔らかめのボケだからこそ、クロップした時にパッと印象が変わる感じがまた良くて、それこそ1本のレンズで2度楽しめるみたいな、そんな感覚がありますね。有効画素数がね3300万画素なので、トリミング耐性も強いですし、それこそ今言った APS-C クロップ、極端に画素数が落ちすぎないっていうところもいいポイントですね。私ね 50mm だったりとか 24mm の GM、 そして 50-150mm、 あとG レンズの 400-800mm とか純正レンズをねいくつか持ってるんですけど、ソニーさんの純正レンズっていいですよね。ただねちょっと高いただやっぱりね、その分動画にした時にオートフォーカスが安定したりとか、ブリージング補正が細やかに、そして丁寧に効くとか、そういうね純正の良さっていうのもあります。ただね、写真がメインでカメラを使ってるっていうところもあるので、結構ね純正レンズ以外のサードパーティー製レンズも使っています。でね、写真がメインであればサードパーティー製レンズで十分楽しめるんじゃないかなというふうに思います。例えばですけど、これとかね印刷したんですけど、すごく良かったですね。なので値段でちょっとね躊躇してるっていうことであれば、サードパーティー製レンズを使ってみるっていうところで、さらにねレンズの幅が広がる、そして結果として表現の幅も広がっていくっていうね、そんな楽しみ方もできるんじゃないかなと思っています。というか自分自身も純正とサードパーティー製をうまく使い分けて、いろんなね自分の世界だったり表現の幅っていうのを広げるようにしています。ソニーはねそういった楽しみ方もできていいなというふうに思います。そして、ここからはかなりね結構個人的な C2 との向き合い方みたいな話になるんですけど、 C2 はね私にとってすごく大切なカメラなんです。なんでかっていうと、私とソニーをつなぐきっかけ、再会のきっかけをくれた大事な一台だからです。再会の意味についてはこちらの動画でお話ししているので、ぜひそちらをご覧ください。本当に C2 で再びソニーを手にしてからまた写真の世界にハマってしまいまして、それまで挑戦したことのなかったポートレート撮影にも挑戦したり、初めての個展を開いてみたりと、この C2 に出会って写真の幅っていうのがぐっと広がったなと思います。もっと言うと C2 がきっかけで、また再びソニーを手にしたわけなんですけど、その中でね α7-5 にも出会いました。だからね本当にすごいカメラなんですよ。いろんな世界とつないでくれた、そんなカメラになっています。もうね α7-5 を手にしたらさらにカメラというものが楽しくなりましたね。これはね本当にすごいことだと思います。はい。さらにね写真の世界っていうところにハマっていくんだろうなっていうのをね、そんな未来をね感じさせるようなカメラたちですね。ということでね、そろそろ ZF の話もしていきたいなと思うんですけど、その前に1点だけお知らせがあります。それは CP プラス登壇のお知らせです。前回のね動画でも少しお話ししたんですけど、私今回の CP プラス2026年にてソニーブースでの登壇が決定しました。日時は2月28日土曜日の詳細に関しては今掲載中の画像に記載してある通りです。アルファとそしてソニーと共に紡いだ時間、向き合ってきた世界を全てこのステージに持っていきたいと思います。そしてもう一つ CP プラスの公式ステージにも登壇します。
こちらの日時は3月1日日曜日12時50分から13時30分となっています。場所はアネックスホールのステージ A です。私が思うカメラの楽しみ方についてたくさん語っていきたいと思っています。ステージの詳しい場所など詳細については掲載してある画像の通りです。2月28日と3月1日の2日間、日本一のカメラの祭典 CP プラスにて会場でお待ちしております。それでは本題に戻したいと思います。次はね、ZF についてお話ししていきます。このカメラ手に取る前からすでに体験が始まります。このね、見た目がめちゃくちゃかっこいいから机に置いてあって眺めているだけで楽しいですね。なんて言うんですかね、カメラそのものを味わう時間もしっかりとあるっていうような感覚です。具体的にはね、この特徴的なダイヤルですね。ダイヤルを回す時間すごく楽しいんですよね。俊敏性っていうところは欠けるかもしれないんですけど、そのね、一つ一つ自分で作り上げてる、写真を作ってるっていう感覚がね、味わえて、それがまたいいんですよ。なんて言うんでしょうかね、その間も含めて撮影体験になります。それ関連で言うと、撮影のテンポっていうのも全くせかされることがないですね。一枚一枚ちゃんと向き合える。撮る前にじっくりと考えて、撮った後も見返したくなる。結果として写真がね、作品側によるなっていう印象がすごくあります。個展にもね、ZF の写真たくさん並べました。いろんなカメラに比べて ZF がね、一番私の中で使ってきた時間っていうのが長いので、おのずと写真もたくさんあったわけなんですけど、やっぱね、ZF のコーナーだけ異常に作品感がすごかったですね。本当に何度も立ち止まって細部まで見たくなるような、そんな人を引きつける力がこのカメラにはありますね。それがね、今から話す写真の仕上がりについてもつながる部分で、ZF の描写ってとにかく綺麗なんですよね。綺麗という言葉でまとめてしまっては失礼なくらい繊細で丁寧な描写が特徴的です。もうね、被写体の輪郭までしっかりと描ききる。ボケも含めて情報量が多いんですよ。本当に普通のボケ、滑らかなボケもそうだし、浜ボケ一つ一つもすごく綺麗です。色は見たまんまの印象に近くて、素材本来の色、被写体が持つ色、そのまま忠実に再現してくれる印象があります。あとね、透明感がめちゃくちゃ強いんですよ。特にね、水面とか反射の部分っていうのは進んで撮りたくなりますね。実際にも個展でね、こういった写真たちを掲載したんですけど、いかがですか？このクリアさが生み出す世界観って何か人を引きつける力がありませんか？私はね、この透明感、そして素材の色そのままを忠実に再現する ZF、 そしてニコンの描写っていうところに惹かれて、やっぱニコンっていいなって思ったんですけど、やっぱいいですね。ZF は黒つぶれだったりとか白飛びっていうのもかなり抑えられているので、階調の良さっていうのがすごく際立ちますね。明るいところから暗いところに行くにあたってパッパッと切り替わるんじゃなくて、ちゃんとその明るいところから暗いところまでのつながりっていうのを滑らかに映してくれるっていうところが ZF の丁寧さを感じる部分なんじゃないかなというふうに思います。本当にね、情報量を多く丁寧に一枚に詰めてくれるので、後からレタッチする時もすごく整えやすい、そんな印象があります。あとね、ZF って見た目がこんな感じでおしゃれなので、ZF-C もそうなんですけど、このね、レトロな見た目から、スナップだったりとか街歩きといった軽い用途に向いてるカメラだなっていう風に見られがちなんですけど、実際にはかなり無理が効きます。無理が効くというよりは、無理をさせてしまったのにもかかわらず、そこに食らいついてきたカメラっていうそんな印象があるんですけど、具体的に言うと、このね ZF に180/600という超望遠をつけて野鳥撮影に行ったりですね、そんなハードな使い方でもしっかりと応えてくれるカメラです。なのでね、この見た目以上に中身がストイックなカメラだなというふうに思います。はい、それぞれね、良さ、そして得られる撮影体験っていうのが違う、そんなポイントをお話ししてきたかなと思うんですけど、ここからはこの2台をどんな気分の時に使いたくなるかっていう、そんなお話をしていこうと思います。まずね、撮る前、撮影前の部分ですね。そこで言うと α7C2 はとりあえず持って外に出て
何かあったら撮りたい人向け。そして ZF は今日はちゃんと写真と向き合いたい。そんな日に使いたい人向けだなというふうに思います。ではお次。撮影中に関しては、α7C2 は迷わず進みたい人、操作で立ち止まらず被写体に集中したい人、そんな人に向いてると思います。そしてニコン ZF は立ち止まる瞬間さえも撮影の一部として楽しみたい人、一枚一枚を噛み締めるように撮りたい人に向いてるんじゃないかなと思います。日常との距離感っていうところで整理すると、α7C2 は本当に日常の延長線で写真を使いたい人、そして ZF は日常とは一段切り替えて写真に向き合いたい人、それぞれそんな方に向いてる印象があります。じゃあね、写真との向き合い方はどうか。α7C2 は写真が義務にならない状態を大切にしたい人向けだなというふうに思います。撮らなきゃっていうよりはもう気づいたら撮ってるみたいな感じです。で、ZF は1枚にかける重さをしっかりと噛み締めたい、感じたいっていう人に向いてると思います。お次は仕上がりの好みです。α7C2 は柔らかさや軽やかさといった余白を楽しみたい人に向いてると思います。そして ZF は丁寧さや透明感を重視したい人に向いてるんじゃないかなと思います。その透明感ってニコン全体に共通していることではあるんですけど、やっぱりね、S ライン。このね、S ラインが生み出す透明感とか輪郭のシャープさっていうのは別格ですね。そしてニコンの純正レンズってもちろんね、安い買うものではないんですけど、その純正っていうところに焦点を当てるとそこまでね、お値段がしないにもかかわらず、やっぱりね、別格な普段とは違った撮影体験を得られるっていうね、そんなね、純正レンズの良さ、そこがね、いいなと思います。なので純正でさらに表現を広げる、自分の中の幅を広げるっていうところも一つね、ニコンのそして ZF の楽しみ方としてあるんじゃないかなと思います。いかがでしたか？それぞれの良さ、そして楽しみ方がありますね。だからカメラがこんなに増えてしまうんですよ。はい、それぞれに良さがあっていいですね。今回はね、この2台をメインにお話ししたわけなんですけど、この2台に限らず、やっぱりね、カメラ選びってその日の気分とか、今の自分がどんな風に写真と向き合いたいか、撮る前の時間をどう過ごしたいか、それによって自然と変わるはずです。今日はその判断材料として私の体験を整理してみました。いかがでしたか？カメラはスペックで語りきれない体験の部分まで踏み込んで向き合うとさらに楽しめますよね。では本日の動画はそろそろ終了となります。チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画だったり CP プラスでお会いしましょう。